YOSHIKI のブチギレ伝説参戦。和田アキ子にブチギレ事件。和田邸でお酒を飲んでいた時、シャンパンしか飲まない YOSHIKI にしつこく焼酎を勧める和田アキ子にブチギレたのだ。 YOSHIKI はテーブルをひっくり返そうとするも大理石だったためひっくり返らず肩を脱臼したのだ。布袋寅泰にブチギレ事件。世界的に大きな音楽イベントで大御所たちが集まる中、大遅刻した YOSHIKI は謝罪もなく平然とした態度。それを見た布袋寅泰は大激怒し、打ち上げの席で詰め寄るが YOSHIKI は逆切れ、あわや乱闘になりかけたのだ。カレーからすぎブチギレ事件。東京ドーム公演前日のリハーサルで用意されたカレーがあまりに辛くブチ切れてそのまま帰宅してしまったのだ。なんとこの事件がきっかけで激辛カレーが発売されたのだ。 YOSHIKI のトースターと小学校の話。 x ジャパンのリーダー YOSHIKI がまだ小学生だった頃、給食に出てくる食パンが苦手で絶対焼いた方が美味しいと思い家からトースターを持って行ったのだ。おかげでパンを焼いて美味しく食べれるようになり、クラスでも大好評で順番待ちで行列ができるほどだったのだ。学校にトースターを持ってきてはいけない校則はなかったが、なんだか面白くない先生は焼けない人が出て不公平だからやめるようにと難癖をつけ禁止にしたのだ。 YOSHIKI は素直に分かりましたと納得し数日後、なんともう1台トースターを持ってきたのだ。1台で全員焼けないならと親に説明しもう1台買ってもらったのだ。先生も今更ダメだと言えず、給食時間になると YOSHIKI のクラスだけ焼きたてパンのいい匂いがするのだ。萩本欽一。24時間テレビのギャラがすごい。金ちゃんこと萩本欽一は当時の人気は凄まじく、出演すれば高視聴率が必ず取れていたので24時間テレビの初代総合司会をオファーされたのだ。早速テレビ局はギャラ交渉に行くが、そんな額じゃできないと門前払いを食らったのだ。金額を上げて再度交渉するが金ちゃんは断り続けたのだ。どうしても金ちゃんで行きたいテレビ局は今までにない破格の金額です、これ以上は出せませんと決死の交渉をしたのだ。すると金ちゃんはよしわかったと承諾し、続けてそのギャラを全部寄付してくれと。金ちゃんは一切ギャラを受け取らず24時間テレビに出演したのだ。金ちゃんは最初から寄付するつもりだったので金額を上げ続けていたのだ。気になるギャラだがなんと1億円と言われているのだ。大島美幸全裸で生き埋め。吉本芸人森三中の大島美幸は静かで引っ込み思案な子供で、小学生時代はいじめに悩まされていたのだ。冬の下校時男の子に押し飛ばされ田んぼに落とされた時は堆肥で体中が臭くなり、親にバレたくない一心で泣きながら川で洗っていたのだ。一番ひどかったのはいじめっ子に呼び出され、そこには大きな穴が掘ってあり、なんと服を脱がされ首まで埋められたのだ。大島は泣きながらなんでこんなことするのと尋ねると、いじめっ子は面白いからだよとまっすぐな目で言われたのだ。この時初めて大島はいじめの理由を知り、私はみんなに笑われてるんじゃない、笑わせているんだと脳内で変換しいじめに耐え抜いたのだ。現在は鈴木おさむと結婚、一人の子供に恵まれ幸せな日々を送っているのだ。森三中大島がロバート秋山にキュンとした話。森三中とロバートが一緒にロケするお笑い番組で大島がイノシシと戦うことになったのだ。そして大島は泥まみれになりながらも奮闘したが、最後は転んで尻餅をつきイノシシの勝利となったのだ。スタッフがハイカット休憩入りますと声をかけると、秋山以外のメンバーやスタッフはさっさと休憩に行ってしまったが、泥の中で抜けられなくなってしまった大島は身動きができず一人もがいていたのだ。それを見た秋山は大丈夫かと声をかけ、泥の中まで入って手を差し伸べたのだ。男性に優しくされたことがない大島は逆に恥ずかしくなってしまい、大丈夫大丈夫全然大丈夫と真っ赤な顔で言ったのだ。そして大島は秋山のスマートな優しさにキュンとしたのだ。サンシャイン池崎極貧時代の空前絶後ハウス。池崎の実家はあまりのボロさから水曜日のダウンタウンでたびたび放送されているのだ。もともと貧乏ではなかったがタバコ農家で経営していた工場が父親のタバコの不始末により全焼、再び立て直すが同じ理由でまた全焼し、2度の不始末で全財産を失ったのだ。放送された時は両親の貧しい生活環境に池崎儲けているんだからどうにかしてやれなど炎上したこともあったが、
池崎はずっと前から仕送りをしていたのだ。変わらない貧しい環境を不思議に思い、仕送りの使い道を母親に尋ねると、息子にもらったお金は使えない、不安定な仕事だし何が起こるかわからんよと、池崎のために全部貯金していたのだ。そんな母親の深い愛情に涙した池崎は新築をプレゼントしたのだ。ビートたけし、万博より被災地を優先すべきでは。3月30日のテレビタックルで震災から約3ヶ月が経った石川県輪島市の現状を取材。電気はほぼ復旧し、水道の復旧は7割程度だが、現在も倒壊した建物や瓦礫の山は放置状態になっていて、とてもひどい状態だったのだ。それを見たたけしは、ひどいね、じゃあ大阪万博のトイレに2億円ってのはあれは何なんだい。万博は突貫工事でいろんなことをやってるけど、近くの被災地を優先するべきじゃないのと疑問を投げかけたのだ。これに対しネットの声は全く同感です。利権まみれの思惑だけの万博なんかより被災地復興支援を最優先すべき、もっと影響力のある芸能人はどんどん発信してほしいなど厳しい意見が寄せられているのだ。サッカー未経験のゲーム実況者が日本代表に決定。元スペイン代表のジェラール・ピケが主催する7人制サッカーキングスワールドカップの日本代表オーナーにゲーム実況者加藤純一が選ばれたのだ。加藤はサッカーはほぼ未経験で、ゲームならともかくリアルサッカーのオファーに困惑し、最初はいたずらだと思いスルーしていたのだ。その後ピケ本人だったことが分かり、自分には役不足と断るつもりだったが、直接ピケと話し、加藤がやらないなら日本からは選ばないと言われ、これをきっかけにすごい選手が誕生するかもしれない、チャンスを潰したくないと自分では間違いと自覚しつつも腹をくくってオファーを受けたのだ。ちなみに日本代表の選手はまだ決まっておらず、3日から加藤純一の X で募集が始まったのだ。自信のある人は今すぐ参加するのだ。エイプリルフール面白ネタ実践。